ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。普段はハンドメイドで作り方を配信しているんですけれども、期間限定でこの春北欧5カ国を周遊してきた旅の様子を Vlog で配信しています。旅の目的は訪れた国で手芸店を探して観光もしつつ珍しい布を探してくるというテーマで旅をしています。よかったら旅の Vlog も楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで今回の動画はデンマークストックホルムの観光を終えてヘルシンキに向かうフェリーの乗り場からスタートします。フェリーまでのアクセスの方法はブログの方に紹介していますので、そちらの方をご覧になっていただけたらと思います。ストックホルム中央駅から時間だいたい計算すると40分ぐらいかかりました。最寄り駅からは歩いてもだいたい30分ぐらいここからかかりましたので、結構時間余裕持って行動されるといいかなと思います。今回はストックホルムからヘルシンキまではフェリーを利用しました。もともとはヘルシンキから1泊で往復するフェリーのツアーを申し込んでいたんですけれども、今回旅程を変更して片道だけで行くようになりました。チケットも QR をスマホから読み込んで出すだけなので、自分でセルフチェックインができます。このチケットに朝食のチケットだったりとか Wi-Fi のパスワードが記載されてます。船の出港時間は4時45分なんですけれども、チェックインが閉まるのが4時15分だったので結構ねギリギリになりました。で、部屋に到着したところです。せっかくなのでルームツアーをしたいと思います。もうね、開けた途端テンション上がりまくりです。かわいいムーミンのお部屋を予約しました。一人でねこの部屋使うのはねちょっと贅沢なんですけれども、例えば3人とか4人とかでシェアするとだいぶねお安く泊まることができるかなと思います。このムーミンのステッカーが壁にねたくさん貼られててすっごい可愛かったです。ムーミンの部屋は人気があるので結構ね埋まってしまうことが多いので、早めに予約するのがおすすめです。私も結構早めに予約はしたんですけど、直前に見たらねもう部屋は埋まってました。大人でも楽しめるから、きっとねお子さん連れだともっとねテンション上がっちゃいますよね。扉閉めるとムーミンママがいるんですよ。かわいいな。あとはねニョロニョロもいましたよ。あれ、ニョロニョロでいいんですよね。違ったかな。で、他のベッドはこういう風に畳まれてるので、人数が増えた時に広げて使えるような感じになってました。あとはね簡易デスクがあったりとかテレビがついてて、ここねシャワールームになります。比較的ね狭いですけどね、このぐらいでもついてたら十分ですよね。トイレの便座が上がってたのでちょっとねびっくりしましたけどね、綺麗にしてくださってる証拠ですよね。シャワーはお湯の出を心配したんですけど、そんなにね気になるようなこともなくって普通に使うことができました。で、よくホテルとかに置いてあるアメニティとかはほとんどねなかったんですけれども、あと設備もね若干ね古い感じはあったんですけど、それでもね十分かなと思います。で、客室のルームツアーしてたらいつの間にか船がね出港してました。船のキャビンを選ぶときに一番迷ったのが窓がついてるかどうかなんですけど、やっぱりねある方が開放感があっていいですよね。ということで船が出港したところで看板まで上がってきました。予定時間は45分だったんですけど、それより前に出港してましたね。もうね長い旅だったんですけど、やっとヘルシンキに行けるってことでね、ちょっとねワクワクしてるところです。ストックホルムは比較的滞在時間は短かったんですけど、結構ね観光も楽しめたので十分だったかなって思います。で、この後部屋に戻って少しゆっくりしてから夕食のビュッフェをいただきました。ビュッフェを申し込むとき最初は高いかなって思ったんですけど、実際外食してるとビュッフェ申し込んじゃった方が安かったのでちょうど良かったです。ビールもいただいたし、ご飯も美味しかったです。で、だんだん日が暮れてるのが窓から見えたのでまた看板に上がってきました。もうね寒いし、もう看板ねほとんど誰もいない状態だったんですけど、夕暮れ時すごくね綺麗でした。この時夜の9時なんですけれども、まだ明るいですよね。実はディナーのビュッフェの時間は16時半と19時半って2回に分かれていて、どっちにするか迷ったんですよね。16時半にすると出港の時の瞬間が見れないなって思って、今回は19時半の方で申し込みました。それでもこの5月だとこの日没の時間がまだ見れたのでちょうど良かったかなって思います。
せっかくなのでフェリーの中もちょっと散策しようかなと思って見に来ました。サウナとかもあったので気になってたんですけど、結局今回は利用することなかったです。ここはブティックが並んだりレストランが並んでるところですね。エスカレーターで降りていきます。こういう船に乗るのは初めてなんですけれども、実はコロナの前から船旅ってちょっとね興味があって実際探していたんですよね。で初めて乗って今回ちょっとね本当にびっくりしました。船の中にいるっていう感覚がなくって、デパートの中にいるような感覚なんですよ。でお店もあったりレストランもあったりして、船にいることを忘れるぐらいもうなんか普通のお店みたいな感じでした。あと夜はね無料のショーがやってたのでそれもね楽しんできました。でここねマリメッコショップがあったりとか、あと船の中でしか買えないオリジナル商品とかもあるみたいです。マリメッコのねアウトレットはヘルシンキで行く予定があったのでちょっとねここでも我慢したんですけど、金額のねサーチだけはしておきました。この船の中で買う場合はもう免税になってるのでそのまま使うことができるんですよね。それが一番得点じゃないかなと思います。後から動画編集しながら見てるんですけど、実際ねこの船の方が安いものもありました。今回マリメッコの靴下はアウトレットで結構お買い物してきたんですけど、ここでね買えばよかったな。結構カラフルなのがたくさんあって可愛かったですよ。そうそう、もう一つね見つけたんですよ。アラビアのキッチンクロス。日本ではね見たことないんですけど、ここではね売ってましたね。ここまで来るのがすごくね長い旅だったので、久しぶりに船の中でゆっくりのんびり過ごすことができました。で朝食もビュッフェを注文しました。実はヘルシンキとストックホルムは1時間の時差があるので気をつけないといけないですよね。早めに下船の準備もして看板に出て、もうね対岸にヘルシンキがね見えてるんですよね。ただちょっとこの時お天気がねかなり怪しくって、もうね降ってきそうな感じなんですよね。ずっとお天気恵まれてたんですけど、なぜかヘルシンキに来て急にこの雨にね降られるという事態になりました。このバイキングラインっていうのがちょっとねタリンクシリアラインより安い船になってます。中はねどういう風になってるのかわからないんですけど、同じ航路でストックホルムにも向かう船になります。遠くにヘルシンキ大聖堂が見えてきましたよ。船で1泊過ごして朝の10時半ヘルシンキに到着しました。でここからはトラムに乗って、あと電車も乗り継いで楽しみにしてた今日の滞在先に向かいます。ヘルシンキに着いたら手持ちの US ドルをユーロに全部変えたかったので、ここで1回市内に行って両替をして電車を乗り継いでいきます。ヘルシンキも今回初めてなんですけど Google ナビのおかげで迷わず行くことができました。で無事目的地に到着です。ここからバスに乗り継いでホテルまで向かいます。ちょうどね AB ゾーンで買ったチケットが90分有効なんですけど、最後に乗るバスの時間が1時だったのでギリギリでした。でこのバスは1時間に1本しかないんですけど、ホテルの目の前に行ってくれるのでそのまま行くことができました。雨もね降ってたのでちょうど良かったです。で早速もうねホテルの中に入ってるんですけど、ここロビーなんですよね。かなりね開放感があって、あと木目調ですごくね綺麗な感じでした。で見えると思うんですがマリメッコのねクッションとかが置いてあるんですよね。でチェックインが3時からだったのでまだね早かったのでちょっとねのんびり過ごしてからチェックインして部屋に向かいます。で長い廊下を渡って、で突き当たりがサウナになってます。ここね時間が男女で時間が分かれててギリギリだったんですけど入ることはできました。結構ねレセプションから離れてたので不安になるほどちょっと遠かったんですよね。でこれが多分最後の扉になったかなと思います。
ちょうどね突き当たりの部屋になりました。ここなの、すごい可愛いでしょう。マリメッコがお迎えしてくれました。この鍵ね何回やっても開かなくって、私だけかな。ということで早速ルームツアーしたいと思います。マリメッコがねお迎えしてくれるんですよ。すっごいおしゃれでしょ。テンション上がりました。マリメッコのお部屋なんですけど、ここはねウニッコよりもこのラッシーマットをよく使ってたので、おかげでね私もラッシーマットに惚れてしまった感じです。で部屋に入って一番最初に目に入ったのがこの大きなカーテンなんですけど、やっぱりマリメッコだと大きな柄なのでインパクトありますよね。ただねもう残念だったのが、なぜかこの日だけ嵐のような雨だったんですよね。続いて洗面室になります。ここにもありましたラッシーマットのバスタオルと、あとハンドタオルも置いてありました。部屋は1人で泊まっても2人で泊まっても同じ価格なんですよね。今回は1人で贅沢に泊まらせていただきました。結構ね外ね嵐みたいになってきて、風もね強くなってきたんですよね。実際ねフェリーを降りてからも雨が降ってて、スーツケース転がしてくるのにちょっとね苦労しました。カッパとね雨傘を持ってきてたんですけど、使う時ないなって思ってたんですよね。でもね今回役に立ちました。あと収納もあったんですけど、クローゼットとかね結構大きめでした。このマリメッコの部屋を予約するとノラキャビンにも行くことができるので、早速向かいました。ちょっとね雨が弱まったところで向かってます。ノラキャビンは少しね離れたところにあります。このね森の中を散策するような感じで行くんですよね。この左側に見える黒い建物はサウナになってます。一般の人でも入れるサウナです。この矢印が向いてる方向に歩いていきます。結構ね土砂降りの雨だったんですけど、そこまでねぬかるんでる感じがなかったので、このまま向かいました。ここであったって感じでね心で叫んでるところですね。次回はねぜひねもう動画でも声を入れながら撮影したいなって思います。なんかリアルな感情が届くのがいいですよね。もともとはこのノラキャビンは泊まる予定はなかったんですけど、ヘルシンキの旅行の計画を立ててる間に見つけたんですよね。なのですごくね楽しみにしてました。ちょっと贅沢ですよね。ちょっとどころかかなり贅沢かもしれないです。私は DIY もやるので、結構この建物の作りとか構造とか興味持っちゃいます。では早速ルームツアーしたいと思います。ここはね朝のインスタライブでも紹介してるので、よかったらねインスタの方も見ていただけたらと思います。その時はねちょっとお天気もうちょっと良かったと思います。で中はスリッパで入るんですけど、内側から見るとこんな感じになってるんですよね。バスローブもあってすっごいおしゃれですよね。でねキッチンがね使えたんですよね。後から調べたんですけど、使えないと思って使わなかったんですけど、この後自分でちょっとスタイリングしておしゃれにセッティングしてみました。耳栓もあったんですよね。お昼寝用みたいな感じですね。2人で泊まれると一番いいですよね。でもね1人で過ごす時間もまたいいですよ。
ヘルシンキに着いたら使おうと思って日本から持ってきたのがこの靴下なんですけど、実はね友達が誕生日に行って手編みの靴下編んでくれたんですよ。今回の北欧旅行一人旅の初日は5月7日で私の誕生日だったんですよね。ちょうど50歳の節目の年なんですけど、友達がねこういう素敵なプレゼントをくれたのでもう嬉しくてね、この時に泣きそうな気分になってました。手作りのプレゼントってなんかねすごくあったかくって幸せな気持ちになりますよね。これまでずっと動き回ってたから急にねなんかふっと時間ができたみたいで寂しい感じになっちゃったんですけど、この靴下履いて寂しさが紛れました。ありがとう。で大体旅をするときはですね、忘れないように旅日記を書いてるんですよね。ブログでも書くんですけど、実際にこうやってリアルに書いておくとその時に感じたこととかもう忘れないので、やっぱりアナログな部分が残ってしまいます。でこれまでのこと書いてたので、この時間少しあったのでまとめて書いてるところです。で雨もね降ったり止んだりで急に嵐みたいにねザーって降ったりとかねしてました。ここねお散歩する人もいるので外からもね丸見えなんですよね。実はせっかくね耳栓もあるしお布団もあるので横になることにしました。時間もねたっぷりあるしね、何やってても自由なのでちょっとね有意義に過ごしてます。この後ね本気で1時間ぐらい寝ちゃったんですけど、それでサウナに行くのにギリギリになっちゃったんですよね。ということで一回部屋に戻ってサウナに向かいました。マリメッコのタオルなんて普段使えないですからね、もう贅沢だなって思いながら使わせていただきました。サウナもギリギリ15分だったんですけど入ることができたのでちょうどよかったかな。でまた野良キャビンの方に向かいます。せっかくなのでちょっとね周辺を散策してるとこです。ここのね黒い建物のサウナに入った人はだいたいここからこの湖の方に飛び込むような感じになってるのかな。なんかデッキみたいになってました。ここはね海なのかな湖なのかな、どっちだろう、ちょっと分かんなかったんだけど海かな。もうね部屋に入るとすっかりね薄暗くなってたのでライトつけてみました。もうね明かりはこれしかないので、もう本読んだりとかメモを書いたりとかっていうのができないので何もしないっていう贅沢な時間を過ごしてました。なんかねこうやって景色眺めたり波の音聞いてるだけでも癒されますよね。前日の夜は結構ね早めに寝れたんですよね。で朝ね静かだなって思ったらもう雨も止んでて風もね少しね弱まってる感じでした。部屋から野良キャビンが見えるかなって見てみたんですけど、ここからはね見えなかったんですよね。このマリベッコのカーテンがおしゃれで、何かねうちでもできないかな。入り口はねちょっとねレトロな感じなんですけど、中に来るとねこんな感じでマリメッコが広がってるのでワクワクしちゃいますよね。また来れるかな。朝食はねレストランの方でいただきました。マリメッコのテーブルクロスがかかってたりとかね、すごくねおしゃれな雰囲気でしたよ。ここからはね野良キャビンがちょっと見えました。ということでもう一度チェックアウトする直前なんですけど、雨もね降ってないので撮ってみました。
かがだったでしょうか。2日目の朝はだんだんね晴れ間も見えてきて、この後青空も見えてきたんですよ。ずっと晴れが続いてたんですけど、こうやってね天気が移り変わっていくのも楽しめたので良かったです。ヘルシンキの初日はちょっとね贅沢な体験をしましたけれども、いいご褒美の時間になりました。マリメッコの部屋はねなかなか泊まることできないと思うので、一生に1回泊まれてよかったなと思います。今度はねお友達とか家族とかと一緒に来れたらいいな。それでは今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様良いお年をお迎えください。